before you cut off the show. 'Cause even if we're hanging by a thread, and the words you said is spinning in my head, I just wanna pull you closer in this bed, take me back into your arms, and I'll never let you down, Take me back into your arms, and I'll never let you down. どうも皆さんこんにちは。トラベルビデオグラファーのシュウケイです。今回はですね、なんとこちらの待望のですねパナソニックさんのフルサイズ新機種 Lumix S5-2 をですね発売に先駆けて使用させていただきました。以前ですねコラボであちむらへのトラベル Vlog を制作した際に使用した、個人的にもですねすごく思い入れのある S5 がですね進化した、素晴らしいカメラですので、動画をですねご覧の皆様のためにも、丁寧な、レビューをですね心がけてご紹介していきたいと思います。ほぼ同時ぐらいにですねこちらの S5-2 を使って全編撮影した作例もですね公開しておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。本当にですね僕自身も待ち望んでいた新機種で、マイナーチェンジではなくですね大幅に進化したポイントもたくさんございますので、僕はトラベル Vlog だったりとかドキュメンタリーを普段撮影することが多いので、そういった視点からですね製品の特徴や魅力だったり、また注意点も含めてですねお話ししていきます。この動画のですね視聴者の方々は旅好きの方々も多いかなと思いますので、 S5 同様にですねハイクオリティな写真や動画を楽しめるこの S5-2 をですね手に入れていただきたいなと思いますが、かなり今回のレビュー動画に関してはマニアックなこともかなりお話ししていきますので、カメラに詳しくない方々でですね、そういったところを飛ばしていただくなり聞いていただきつつ、全くカメラ機材とか興味ない方っていうのはぜひですね作例だけ見ていただければ嬉しいなと思ってます。まずはですね、あまり Lumix カメラに詳しくない方々のためにですね、この Lumix S5-2 のシリーズの中でのですね、位置づけについてご紹介していきます。Lumix はですね、主にフルサイズの S シリーズ、そして去年発売されて話題になった GH6 を筆頭とするマイクロフォーサーズというですね、少し小さめのセンサーサイズを使用した G シリーズの2つに分かれておりまして、この S5-2 はですね、フルサイズの S シリーズに該当します。そしてその S シリーズの中では現行モデルが主に3種類あります。1つが Netflix 認定のシネマクオリティのフラッグシップ機 S1H、2つ目が高解像度など写真性能を重視した S1R、 そして静止画動画性能どちらもバランスよく両立した S1 と S5、 この3つにですね主に分かれますが、 S5-2 はですね S5 の後継になります。 S5 のですね特徴や魅力については以前レビュー動画や記事でご紹介させていただいてまして、概要欄のリンクにもですね貼ってますので、ぜひそちらをご覧いただければと思いますが、簡単に言うとシネマカメラとミラーレス一眼のいいところ取りといった感じで Vlog10 ビットや外部収録による12ビットローといったカラーグレー体制、強力なボディ内手ブレ補正、デュアルネイティブ ISO を搭載した暗証に強いという、高い動画性能に加えてですね、2420万画素の高画質な写真が撮れるという万能なカメラです。それに加えて外観もかなり軽量コンパクトなので持ち運びにも苦にならないという特徴があります。S5 は2020年9月に発売されたので約2年半という比較的短い期間でアップデートされた製品になります。今回のアップグレードによってですね、より完成形に大きく近づいた S5-2 の特徴についてご紹介していきます。今回はですね、S5-2 に加えて S5-2X という2つの機種がですね同時に発表されております。まず S5-2 ですが新世代オールラウンダーということで、初心者からプロの方々がですねより幅広い方々に写真動画どちらもですねよりハイクオリティなものを追求できるというものになっております。スペックに関してはまた別途ご説明しますが、まず外観はですね S5 とほぼ同じ大きさ重量となってます。ファインダーの性能が上がってるので、本当誤差みたいなところではあるんですけど、この出っ張りが伸びているので若干 S5-2 の方が大きくなっているという感じです。この 20-60mm のですねキットレンズと合わせても約 1kg とフルサイズなのに非常に軽量コンパクトというのが特徴です。バッテリーはですね S5 と同じなので使い回せるのは嬉しいポイントかなと思ってます。メモリーカードのスロットはですね UHS-2 対応の SD カードのダブルスロットになってます。発売はですね2月中旬から下旬、価格はボディがなんと25万円以下になるだろうと予想されております。レンズキットはですねこちらの 20-60mm の超万能な標準ズームに加えて、こちらのですね 50mmF1.8 の単焦点レンズもですね同梱されておりまして、そしてなんと価格はですね30万円以下と本当に異常と言っても過言ではないぐらいですね高いコストパフォーマンスを実現しております。
この 2060mm のレンズは 20mm スタートなので、自撮りに最適だったりとか、建物など被写体も広く映すことができるので、特に Vlog を楽しみたい方には最適だなと思ってます。50mm の方はですね、描写力がかなり高く、標準域でしっかりぼかした絵を撮ることができるので、シネマティックな表現はもちろん、街角でのスナップも楽しくなるようなレンズです。この2つのレンズを最初に揃えておけば、もう本当あらゆるシーンに対応できるので、特にフルサイズのカメラを初めて購入する方々にとっては、かなり価格を抑えてスタートを切ることができるので、そこは本当に素晴らしいポイントかなと思います。で、S5-2X についてはですね、発売はですね、少し先の6月下旬頃で、価格は28万円以下になるだろうと予想されています。で、特徴が2つありまして、1つが S5 シリーズ最上位の性能ということで、基本はかなり S5-2 に近しいんですけれども、オールイントラでの収録だったりとか、ライブ配信機能だったりとか、プロレスで SSD へ収録できたりとか、アップグレードなしでロー動画の外部収録ができますというところが性能が向上しています。で、2つ目ですね、新カラーバリエーションというところで、今までのカメラにはなかったような洗練されたデザインになるというところで、より高級路線だったり、おしゃれな見た目になっていくというところです。補足なんですけど、今後はですね、アップグレードキーでもこちらの S5-2 でもですね、外部収録にはなるんですけども、ロー動画も撮れるようになるそうなので、その他の機能がどうしても必要でない限りでは、こちらの S5-2 で十分じゃないかなと思ってます。前のモデルの S5 はですね、12ビットブラックマジックローが、撮れて、特に映像精査関係で画質の向上やカラーグレー体制の面でかなり重宝するので、S5-2 へのですね、搭載も期待しております。ここからはですね、より S5-2 の具体的な特徴についてお話ししていきます。細かいスペックなどはですね、ホームページを見ていただければ、より細かくわかるかなと思いますので、この動画ではですね、S5 からの大きな変更点を中心に、僕自身がですね、使った感想を交えて、ご説明していきます。特にですね、個人的に嬉しい、大幅なアップデートがですね、3つあります。1つ目がですね、増面位操作 AF の搭載というところで、こちらはですね、待ち望んでいた方も結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、S5 の弱点でもあった、オートフォーカス性能がですね、大幅に向上しました。これまでのルミックスカメラは基本的にコントラスト AF というものを採用しておりまして、増面操作より速度が遅くて動いている被写体へのピント合わせが弱いと言われてまして、かつ被写体の背景が小刻みに動くボブリングという現象が発生しやすかったんですけど、今回そういった懸念が解消されてます。僕自身 S5 を使っている時はマニュアルフォーカスで対応することも多かったんですけど、被写体を追従したい時はですね、思い切ってオートフォーカスに任せられるようになったのはかなり嬉しいポイントだなと思います。また中望遠域のですね、例えば 85mm を使うようなピントを合わせるのがシビアなシチュエーションだったりとか、人物が歩いたり、鳥や動物などですね、被写体の動きが速いシーンもきっちり追従してくれるようになりました。僕はですね、コントラスト AF とかマニュアルフォーカスの扱い方には慣れてるので AF が弱いっていうところが致命的な弱点にはならなかったんですけれども、旅行に行った時に扱いに慣れてない奥さんとかですね、友達にも安心して操作をお願いできるっていうところが良くなったポイントかなと思ってます。続きましてですね、手ブレ補正がかなり強化されております。ルミックスといえば強力な手ブレ補正というのが、かなりルミックスカメラの特徴となっており、僕もすごく気に入っているポイントなんですけど、こういったS5 とか S5-2 みたいにボディが小さくなるとですね、担当者の方も言ってたんですけど、強い手ブレ補正を搭載するのがすごい難しいっていうところでおっしゃってたんですけど、この S5-2 ではですね、その手ブレ補正がさらに進化しております。これまではですね、手ブレ補正がついてないレンズを使うときは、歩くシーンはですね、どうしてもブレが目立ってしまってたんですけど、歩きながら被写体やですね、景色を撮ってもあまり大きなブレがですね、発生しなくなりました。また中望遠のですね、レンズを使うときは普通は手持ちだとブレが目立つんですけれども、 S5-2 であればですね、しっかりホールドして撮影できるっていうのも素晴らしい点です。手ブレ補正が強いとですね、動画の面では、ジンバルを使わなくてもですね、安定した動画を撮れるので、より機動力のある撮影ができるっていうところと、写真の面ではですね、特に夜間でですね、三脚いらずでブレのない写真を撮れるっていうのも嬉しいポイントです。続いてですね、3点目がボディ内で 6K 10ビット420が撮影できるようになりました。6K はですね、データ量が重くなるデメリットはありますが、やっぱり画質が良くなるのと、4K 動画で書き出す場合は 1.5 倍までクロップしても画質が劣化しないので、広角で撮っておいて画角や構図を後から編集で調整したりとか、特にインタビュー撮影などでは重宝するかなと思います。10ビット422ではなく10ビット420ということなんですけど、正直すごく微妙な違いなので、YouTube にアップするとかっていうぐらいであればそんなに気にしすぎる必要はないかなと思ってます。続いてですね、より細かなですね、写真と動画の性能のアップデートについてご紹介していきます。まず写真性能のアップデートです。まず1点目がですね、ファインダーの解像度が S5 は236万ドット、倍率 0.74 倍だった
ったのが S5-2 はですね369万ドット、倍率 0.78 倍まで向上しております。今回のアップデートによってですね S5-2 は同価格帯の中で最高クラスまで達しました。ファインダーの解像度が高いとですねピントを合わせやすくなったりとか、より楽しく撮影体験が味わえるようになります。で、続きまして高速連写のところですね。S5 はですね秒間7コマまでの連写だったのが S5-2 はですね秒間30コマと大幅に向上してます。同面に操作 AF を活用してですね連写で動く被写体を追従しやすくなるというところもポイントになってます。子供とかはですねすごく動き回るので、お子さんを撮られたりとか動物を撮影するのが好きだったりとか、あとはスポーツを撮ったりする人にはかなりいいんじゃないかなと思います。次にですね動画性能のアップデートについてご紹介していきます。まずはですね新エンジンによる画質の向上というところで、もともと S5 の画質がいいので、正直あまり違いはわからないんですけど、増面位操作を搭載すると、画質が低下すると言われたりするんですけど、しっかりルミックスの美しい画質はですね保たれている印象なので、ご安心していただいていいかなと思います。で、次にですね音声収録が16ビットから24ビットになったというところで、特に僕の場合は、旅動画では環境音を取り込むようにしてるんですけど、外部マイクを取り付けずに機材をコンパクトにして、臨場感ある演出をですね取り入れられるので、嬉しいポイントですね。参考までにですね16ビットと24ビットの音質の違いをですね比較しておりますので、ぜひイヤホンをしてですね聞き比べてみてください。今カメラの音声を比較しております。いかがでしょうか。今カメラの音声を比較しております。いかがでしょうか。続きましてですねシンクロスキャンですね。こちら少し分かりにくいのでご説明すると、ルミックスはですね動画を撮るときに、シャッタースピードをですね、一般的な秒数じゃなくて、よくシネマカメラで採用されているシャッター角度というものを使うことができます。ここもですねシネマカメラクオリティと言われる理由だと思っています。通常はですね動画を撮るときはフレームレートの2倍の秒数、つまり 24p なら、シャッタースピード50分の1、60p ならシャッタースピード120分の1で撮る必要があると言われていますが、シャッター角度の場合ですね、フレームレートによってシャッタースピードを変える必要がなくてですね、180に固定しておけば OK です。ただしですね、蛍光灯などがある環境下ではフリッカーが発生するので、シャッター角度を細かく調整する必要があります。S5 ではできなかったんですけど、S5-2 のシンクロスキャンでは角度1度から、細かく調整できますので、シンクロスキャンを行うことにより、環境に合った適正なシャッタースピードの選択が可能になります。続きましてですね、HDMI 端子がマイクロからフルになったというところで、S5 はですね、マイクロ HDMI の端子を採用してきましたが、S5-2 はですね、タイプ A、いわゆるフルに対応しまして、外部モニターを使う際に接続不良になるリスクがですね、軽減されるので、これは嬉しいポイントかなと思ってます。最後にですね、リアルタイムラットという新しい機能が搭載されてますのでご紹介します。ルミックスカメラではですね、ラットビューアシストといって、ログ撮影の時に自分のオリジナルのラットをですね、プレビューして撮影することができます。その場合ですね、実際にはラットを当てた素材ではなくて、ログでそのまま収録がされます。ここもですね、シネマクオリティと言われる理由の一つですね。今回ですね、さらにですね、このフォトスタイルというところでオリジナルラットを当てることができ、そして収録もですね、ラットを当てた状態でそのままできるというようになってます。編集の手間が必要なくなるので、初心者の方々はですね、編集の知識がなくてもラットを使っていろんなカラグレをですね、簡易的に楽しめる機能かなと思ってます。パナソニックさんのですね、公式ホームページのルミックスカラーラボというページでですね、僕のオリジナルラットをですね、出していただいてますし、その他もですね、いろんな、クリエイターさんのオリジナルラットやプリセットも作られているので、ぜひ概要欄からですね、ダウンロードして使ってみてください。僕のオリジナルのラットではですね、S ティーランドオレンジとかは結構使いやすいかなと思ってますので、ぜひですね、試していただけると嬉しいなと思ってます。以上ですね、ざっと S5-2 の特徴だったり魅力をご説明してきましたが、本当に動画と写真どちらもですね、ハイブリッドに楽しみたい方はですね、もうこれ1台だけで完結できますし、かつ今市場に出ているフルサイズミラーレスの中でもかなりコスパがいいので、オートフォーカスも今回改善されているので、本当に正直欠点が見当たらないカメラではあるんですけど、ただいくつか注意点というか、個人的には S5 から次の機種に搭載してほしかったなっていうところで期待していたんですけど、残念ながらですね、搭載されてない点がありますので、購入を検討される際は注意していただければなと思います。まず1つ目がですね、4K60p ノンクロップおよび 4K でですね、120p 以上のですね、ハイフレームレートが取れないというところです。4K60p だとですね、S5 と同じく 1.5 倍にクロップされるので、画角が少し狭くなるのは相変わらず少しネックなところですね。ただですね、より広角なレンズですね、例えばルミックスでいうと 18mmF1.8 とか 24mmF1.8 とか、クロップされても広角域で十分使えるのと、僕は正直ですね、60p で広角で撮るっていうシチュエーション
ションがあまりないので、ネックではありますけど、そんな大きな懸念ではないかなと思ってます。逆にポジティブな点で言うと S5 も同じなんですけど、30p の時はフルフレームと ASP-C クロップモードどちらも使えるので、例えば1つの単焦点レンズで2つの焦点距離を楽しめるっていうのは、高いポイントだなと思ってます。あと、ハイフレームレートがですね、どうしても必要な場合は、フル HD120p422 10ビットも取れるので、ある程度 4K 素材と混ぜても大幅な画質の劣化なく保管できます。とはいってもやはり 4K がいいという方はですね、例えば GH6 だったり、他のカメラを使っていただいた方が正直いいかなと思います。あとはですね、モニターがですね、チルトフリーアングルには、ならなかったというところで、マストではなく、あくまでも僕自身が勝手に期待していたところというところなんですけど、チルトフリーアングルというのはそもそもフラッグシップの S1H や GH6 に採用されてまして、チルトとバリアングル両方のいいところ取りをしているというところですが、今回採用はないと。カメラ自体のですね、コストがかなり抑えられているので仕方ない部分かなというところで、ぜひ次の機種にですね、期待したいなと思います。注意点としてはですね、本当にこれくらいですね。間違いなくですね、素晴らしいカメラですし、オートフォーカスだったりとか、写真性能とか、手ブレ補正とか、いろんなところをですね、かなり大幅に向上してますので、本当毎回ユーザーさんにですね、丁寧にヒアリングをして、細かい要望を吸い上げて、次の機種に盛り込んでくるところは、もう本当さすがパナソニックさんだなというところで、本当に信頼性のあるメーカーさんだなと思ってます。以上を踏まえてですね、この S5 II がどういった人におすすめかというところをご説明します。一言で言うとですね、手軽にフルサイズでハイクオリティな動画や写真を楽しみたいという方には間違いなくおすすめなカメラです。例えばですね、スマホやコンデジだったりとか、あるいはエントリー機と言われるようなカメラを使っている方々だったりとか、あるいは APS-C やマイクロフォーサーズの機種を使われている方が、フルサイズをですね、併用して使われるっていうところもおすすめなんじゃないかなと思います。もう本当にフルサイズって、一番スマホとかの写真とか動画と比べると、より違いが顕著に現れやすいカメラかなと思います。情緒的な表現にもなってしまうんですけど、フルサイズってやっぱり最高峰というか特別感のあるものだなと個人的には思ってます。より大きな光をですね取り込めるので、画質面だったり暗所性能だったりダイナミックレンジだったり、美しいボケだったりとか、本当に最高峰の撮影体験が楽しめるし、編集の柔軟性も高いなと思ってます。加えてこのルミックスのですね、高い堅牢性だったりとか耐熱性だったりとか動作性といったもう安心感、本当に間違いないので、今のですね 4K 時代が続く限りはもう安心して現役で使えるカメラだなと思ってます。あとはですね、現行のフルサイズ、例えば S1H とか S1R とか、そういったカメラを使っている方々が、より機動力の高いフルサイズが欲しい方っていうのは、かなりおすすめかなと思います。あとですね、S5 を今使われている方も十分アップグレードをする価値があるかなと思ってます。僕もですね、奥さんとフラット出かけるときにコンパクトなカメラが欲しいなっていうときは S52 台欲しいなっていうときもあるので、ちょっと高くはついちゃうんですけど S5 との2台持ちっていうのもいいかなと思ってます。とはいえですね、オートフォーカスとか、より強い手ブレ補正だったりとか写真性能とか、そういった性能をあまり重視しない方はですね、S5 はですねもうすでに完成形に近いカメラだと思うので、引き続き S5 を使いこなして、次いつ出てくるかわかんないですけど、その次の機種ですね、そちらを待ってもいいのかなと個人的には思ってます。最後にですね、僕が思うですね、ルミックスカメラを使う最大のメリットというところですね、余談がてらですね、ご紹介したいと思います。機能面についてはいろいろ語ってるんですけど、ルミックスさんはですね、ブランドとしてクリエイターに寄り添うというテーマをですね、掲げられてまして、ルミックスカラーラブというですね、企画でクリエイターが制作したラットや写真のプレセットをですね、ユーザーに無料で配布したりとか、東京の青山にあるルミックスベース東京という場所でですね、クリエイターによる無料セミナーを毎月行ったりとか、各 SNS でですね、積極的にユーザーとコラボをしたり、作品をシェアしてくれたりなど、ユーザーがですね、カメラを買って終わりではなくて、買った後にですね、より映像や写真が楽しくなるような体験を味わえるので、クリエイターとしてゼロからサポートする仕掛けを積極的に行っているメーカーさんだなと思う、ここ最近肌で感じてます。今後はですね、そういった活動っていうのは海外にも展開されるっていう風にお聞きしてますので、ぜひですね、楽しみにしてもらえばいいかなと思います。あとはですね、そういったメーカーさんの動きはもちろんですね、ルミックスのユーザーさんって今のミラーレス一眼動画ブームが結構来てると思うんですけど、そういった
ブームがですね来る前から本当もうずっとプロの現場の第一線で活躍されてきた熟練のビデオグラファーさんの方々たくさんいますので、そういったビデオグラファーの方々ですね非常に濃い情報を発信されているので、僕自身もそうだったんですけど、これからプロを目指していきたいという方々にもですね非常に学びやすい環境があるかなと思います。でそこでですねこの S5-2 がですねより完成度を高めて今回登場してますので、ぜひ皆さんもですね、この S5-2 でもいいですし、他のカメラでもいいかなと思いますので、ハイクオリティで、そしてより自分らしさをですね表現できるようなコンテンツをぜひ楽しんで作っていただければなと。この S5-2 に関してはですね僕自身が気づいてないポイントもたくさんまだまだあるかなと思いますので、僕以外にもですねいろんな方が先行でレビュー動画だったり記事を公開されているかなと思いますので、ぜひですねいろんな方々の声を聞いてご検討いただけたらなと思います。もしですねこの動画をご覧になって気になる点だったりとか質問があればですね、ぜひコメント欄にお寄せいただければコメントを開始させていただきますので、ぜひお気軽にですねコメントしていただければと思います。長くなりましたが最後までですねご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。